本日は 7.1 グレートバージョン1東京ドームシティホール大会に向けた最後のイベントとなります。 G プロレスリング2試合、リレット UWF 公開スパーリング、カズ林対島のディベート対決、 T ホーク対川上隆一のフェイスオフを予定しております。どうか最後までお楽しみください。アクセス 2TDCH フェイスオフ開始いたします。まずはじめに G プロレスリングシングルマッチ15分一本勝負を行います。 Strong Hearts赤コーナーストロンガーツジュニア2冠王180パウンドエル・リンダーマン。青コーナーグレースプロジェクト185パウンドレイカー。レフェリー今井大輔。
3分4秒エルリンダマン選手の勝ち。ただいました3分4秒ジャーマンスープレックスフォローでエルリンダマン選手の勝利です。ロードトゥ TDC ホールフェイスオフ王子大会、勝ったのはこの俺エルリンダマンだ。見ての通りだ。おい、全然息も上がってないしピンピンしててよ。7月1日に向けて絶好調だぜおい。まあ7月1日といえばこの話だよな。前回のグレートバージョン0新宿大会で俺は話した。7月1日でこの俺と戦う対戦契約書を持ってこの王子のリングに俺は来るって言ったからよ。誰が対戦相手に名乗りを上げてくるか。さっき俺が会社に聞いたらその対戦相手この会場にも来てるらしいからよ。まあ誰だかは教えてくんなかったんだけどな。まあそれはリング上でのお楽しみってことで。おい、この俺の対戦相手どっかで見てんだろ。出てこいよ。グレートファンの皆さん、はじめまして、田村隼人です。おい、リンダマン、この前の新宿フェイス大会のお前の挑戦者募集、しっかり見てたぞ。だから、この田村隼人が来てやったぞ。おい、田村隼人、この今王子に来てるお客さんだったりとか、もしかしたら YouTube で今見てくれてるお客さんは田村隼人のことをあんまり知らないと思うけど、おい田村隼人、俺はお前のことずっと見てたぞ。ほら、おい、お前は高校生の時甲子園の決勝で特大ホームランを打って世間の脚光を浴びたかと思えば、プロレス界に入ってきてあれよあれよと1年、たった1年でお前は01の世界ヘビー級王者に輝いたよな。おい、お前のやることなすこと全部うまくいってるお前を見て、俺は正直ジェラってたよ。嫉妬してたよ。だけどな、お前に嫉妬してた部分もあるけど、今このグレートにいる選手は全員がたくさんの修羅場を乗り越えて、たくさんの苦難を乗り越えて、このグレートのリングに覚悟を持って上がってんだよ。おい、何でもうまくいってるお前にその覚悟を持って7月1日 TDC のリングに上がる覚悟はあんのかお前。覚悟
おい、お前からしたよ、俺はデビューしてたった1年半かもしれねえ。だけどな、俺はその間にな、いろんなものをな、乗り越えてここまで来てんだよ。覚悟なんてな、いつでもできてんだよ。お前にな、負けないぐらい修羅は乗り越えてきてんだよ。くだらねえ小細工しやがって。てめえの覚悟だけは本物のようだな。分かった。今日俺が持ってきた契約書にサインしろよ。試合前のリングの上でのマイク合戦とかはどうやら俺に分があるようだな、おい。まだまだアマちゃんなんだよ、お前。おい。まあ確かにお前の覚悟があることはこの俺にもよく伝わったよ。だけどよ、7月1日旗揚げ戦で田村隼人対エル・リンダマン、これはまあ決定だよな。だけど俺にも一つ提案があるぞ。田村隼人、お前野球やってた時何番打ってたんだ？2番。知らねえよお前。何が2番だよお前。中途半端な番号出しやがって。4番じゃねえのかよ、ダッセーなおい。ああ、まあ俺には野球のことはよくわかんないけどよ、2番なのか3番なのか。おい、まあそんなことはどうでもいいんだよ。聞いた俺が言うのもなんだけどな。おい、だけど次回の7月1日 TDC のリングで1番打者やってみねえか。すなわちエル・リンダマン対田村隼人は旗揚げ戦第1試合でどうですか？お前が第1試合をどう考えてるかは分かんないけどな。第1試合っていうのはその大会の成功を左右する。第1試合の出来によって成功するかしないか、2つに1つ。そして7月は旗揚げ戦、この1試合が成功するかしないかが団体の命運を握ってんだよお前。その覚悟お前に分かってんのか、ほら。おい、リンダマン、あんまごちゃごちゃ難しいこと言うな。要は俺がこのグレートのリングで先頭打者特大ホームラン打てば問題ねえだろ。俺が野球の話を出したばっかりにこの野郎憎いマイクするじゃねえか、この野郎。おい、まあいいよ。第1試合だろうがリンダマン対田村隼人は特大ホームラン。グレートの選手は全員グレート旗揚げ戦全試合特大ホームランでバース岡田掛布のバックスクリーン3連発を超えるグレート全試合特大場外バックスクリーンホームラン祭り、7月1日楽しみにしておいてください。グレートバージョン1東京ドームシティホール大会エル・リンダマン対田村隼人旗揚げ戦オープニングマッチ、どうぞご期待くださいませ。
ただいまよりリレット UWF 公開スパーリング2分3ラウンドを行います。赤コーナーより飯塚優、伊藤孝則、松井大二郎、田中稔入場。赤コーナー180パウンド田中稔、170パウンド飯塚優、185パウンド松井大二郎、215パウンド伊藤孝則。それでは第1ラウンドは飯塚優選手キックミット打ちでございます。ビットは田中稔選手お願いいたします。ラウンド1。残り1分。残り30秒。残り10秒。第1ラウンド終了となります。それでは続きまして第2ラウンドは伊藤孝則選手対飯塚優選手キックマススパーとなります。ラウンド2。
残り1分。残り30秒。残り10秒。第2ラウンド終了となります。それでは第3ラウンドは松井大二郎選手対田中稔選手、グラウンド寝技スパーとなります。ラウンド3ラストラウンド。残り1分。残り30秒。残り10秒。フォーカススパーリング終了となります。それでは4選手から 7.1 グレートバージョン1に向けてそれぞれ意気込みをいただきたいと思います。それではまずは飯塚選手からお願いいたします。今日はご来場ありがとうございます。グレートの飯塚優です。7月1日、グレートの旗揚げ戦、まだ対戦相手の方は僕はまだ知らされてなくて、でも僕たちグレートの選手は今登戸にある田村清選手のユーファイルキャンプで一生懸命毎日練習しているので、どんな相手が来ても絶対にこのグレート魂をぶつけて倒していい試合だったって言われるように全力で頑張ろうと思います。ぜひ旗揚げ戦応援よろしくお願いします。それでは続きまして伊藤選手お願いいたします。グレートの伊藤貴則です。自分も7月1日プロレスなのか
はたまた UWF なのか、まだ何も聞かされてないんですが、4月1日はグレートのスタートということで、グレートの中で一番グレートしてみせます。ぜひ応援よろしくお願いします。それでは続きまして松井選手お願いいたします。プロレスリンググレートの松井大丈です。4月1日グレート皆さん見に来てください。よろしくお願いします。おっす。それでは最後に田中稔選手お願いいたします。田中稔です。こんばんは。ですね、ここまで YouTube の配信マッチがあって、5月5日札幌があって、5月26日 G プロレスリング新宿フェイスがあって、先日6月9日リテッド UWF 新宿があって、そして本日これがありますけども、いよいよバージョン1本格的な旗揚げ戦が近づいてきました。我々全員はね、もうグレートする気満々でいるんで、あと17日皆さんもね、最高にグレートできる準備を整えて7月1日東京ドームシティホールに来てください。一緒にグレートしましょう。以上です。リレット UWF の今後の戦いにどうぞご期待ください。選手退場。ただいまより7月1日グレートバージョン 1G プロレスリングメインイベント T ホーク対川上隆一のフェイスオフを行います。 Strong Hearts. 赤コーナーストロングハン195パウンドテイホーク
青コーナー220パウンド川上隆一。それではご着席ください。それではまずは対戦契約書にサインをお願いいたします。まずはティーホーク選手からお願いいたします。ありがとうございます。続きまして川上選手お願いいたします。ありがとうございます。両選手のサインが入りました。続きまして両選手に意気込みをお願いしたいと思います。まずはティーホーク選手。王子大会にお集まりの皆様、こんばんは。いよいよ7月1日東京ドームシティホール大会近づいてきました。相手は川上隆一。ここはどっちが力が上だとかどっちの技術があるだとかそういうレベルの試合じゃなく、気持ちと気持ちでしっかりぶつかってしっかりと叩きのめします。皆さんお期待ください。続きまして川上隆一選手お願いいたします。おいティーホーク、お前なんかグレートの若大将とか言ってたな。おい、俺はな全部捨ててな独り身でここで来たんだよ。おい、お前らみたいなストロングハーツ、お前仲良し合ししに来たんか。俺はなこの腕一本でお前、この腕一本でお前グレートてっぺん取るつもりで来たんだよお前。おい、その覚悟を受け止めろよこの野郎。おい、7月1日覚悟しとけよ。両選手ありがとうございました。続きましてフェイスオフ写真撮影を行います。それでは前にお願いいたします。何がだよ、これ。来いよ、お前。おすかすな、お前。今来るよ、ほら。あ？いつでもやるぞ、お前。おい。何がしてんの？なんでも今やったろう。やるよ、やってやろうぜ。ほら。なんだ、おい。チョップでもなんでも来いよ、お前。お前、言ってやるぞ、お前。今、お前、元気だろ、これ。おい。おい。お前今、チョップって言ったな、おい。あ？チョップといえばよ、俺の代名詞だ。川上、お前聞くところによるとお前もまあまあいいチョップ打つじゃねえか。せっかくここにお客さん集まってんだ。プロレスは3カウントだ。おいか、ここでお互い3発ずつチョップ打ち合って、ここに集まってるお客さん
拍手でどっちが強いか判定してもらおうじゃねえか。おいおい、やってろじゃねえか。おい、やろよ、おら。後悔すんなよ、俺。後悔すんなよ、お前。言ったんだ、こら。いいやろ、こら。てめえがもう。どうしてこれ。おいもやろう、ほら、したさ。おいできたぞ。ほら、もうこっち来い。無理でもいいぞ。足はねえよ。もうやめてもいいぞ、ほら。ギブアップよ、お前。おっしゃ、逃げんなよ、お前。よし。おっしゃ、俺だー。よっ。おっしゃ、俺行くぞ、ラスト。よいやら。まだまだおら。エンジンかかってきた。行くぞ。ほら来いやろ。行くぞほら。よっ。おっしゃ、俺の勝つ。どうだろうな。どうだろうな。それでは判定に入ります。まずは川上隆一選手のチョップがすごかったと思われるお客様は拍手をお願いいたします。続きましてティーホーク選手のチョップがすごかったと思われるお客様は拍手をお願いいたします。勝者ティーホーク。7対1東京ドームシティホール大会で行われるティーホーク対川上隆一の一戦にどうぞご期待ください。
ただいまよりカズハヤシ対シーマによるグレートなディベート対決を行います。青くなストロンガーズ190パウンドシーバー。青くな190パウンドカズハヤシ。それではディベート対決のルールをご説明いたします。ディベートとは論題に対しお互い賛成か反対に分かれ議論してもらうものです。本日は論題を3つすでにカズハヤシ選手、シーマ選手にはお渡ししております。勝敗は3題目が終わった時点で場内のお客様の拍手の大きさで決定。なお、あくまでディベート対決であり、口論に発展しないよう、お互い敬語を使い話すこと。乱暴な言葉遣いは減点対象とし、レフェリーから注意が与えられます。それではディベート対決スタートします。まずは論題1。現在、グレート内ではストロングハーツ以外は正式なユニット、グループがない状態です。グレート内でも他のユニットを作る。シーマ選手からは賛成、カズハヤシ選手から反対の意見をいただいております。それでは賛成のシーマ選手から回答をお願いいたします。今日は私がカズハヤシを言葉でボッコボコにします。私はグレート内でもユニットを作ること大賛成です。確かに現状はストロングハーツしかこのグレート内ではユニットはございません。まあカズチームというかグレート第一世代のカズハヤシ、渡辺相馬、伊藤孝則、そして、UWF チームといいますか、田中稔、松井大二郎、飯塚優、この辺りがユニット化して競っていくことができればグレートはさらに盛り上がっていくと確信しております。例えば前回5月26日の G プロレスリング新宿ベース大会、このメインイベントを思い出してください。カズハヤシ、田中稔、シーマというベテランの3人対 T ホーク、エル・リンダマン、渡辺相馬というこれからの時代を作っていく若い世代による3対3の試合でグレーテスト・オブ・グレート行われました。そういったベテラン対若手、そういった構図があったからこそファンが感情移入できたと思うし、ああいった試合ができたと思います。何より
その気持ちがファンに伝わり、グレートの大会への期待値を高めることができたと思います。だからこそ私はグレート内でもユニットを作るべきだと主張します。それでは続きまして反対の和林選手の意見をお願いいたします。はい、僕の意見としてはですね、反対です。確かにユニット自体はあってもいいと思うんですけれども、その方がユニット同士の感情の構想っていうものができるので盛り上がると思います。ストロングハーツ、ユニットとして活動してもう3年4年3年ですか。はい、歴史がやっぱりありまして、そしてその固まっている、彼らの、ストロングハーツ内のなんですか、絆っていうものがやっぱあるわけですよ。でそこで、私たちがこれからユニットを作るっていうふうになりまして、勝てるわけないじゃないですか。そもそもですね、はい、ユニットを作るというふうな自体、私は間違っていると思ってまして、ユニットは作るんじゃなくて作られていくんですよ。例えばですね、一緒に練習していくとか、一緒に戦っていくとか、グレート自体はみんな同じ方向に向いていると思っています。はい、向こうを目指していこうと思ってますけど、その選手の感情というものをやっぱりその中で出来上がった感情というものを作っていかなくちゃいけないんですね。その中で試合で戦って認め合って、そういったもので作っていくものだと思っております。だからユニットは作るものではなくて自然とできて、それがファンの人が本当に彼らが一生懸命やっているんだなっていうのを分かっていくもんだと思ってます。だから私はユニットを作るという行為には反対です。口では何とでも言えるんですよ。今さっきの T オーク対川上隆一のチョップ合戦見てもらったら分かる通り、プロレスラーというのは体と体で戦ってるんですよ。だからこそやっぱりユニットは必要だと思います。作るべきやと。だから自然とできていく分には僕はいいと思います。作るべきやと私は思います。作られていくべきだと僕は思います。作られていくんですよ。わかります？自分そちらはいいですよ。作り上げたものがありますから。だから口では何とでも言えるんですよ。我々は体と体で会話してるんですから。だいたい口を使ってプロレスをやってきたのは誰ですか？シーマさんですよ。それでは続きまして論題2、先日の G プロレスリング新宿フェイス大会ではアクトレスガールズさん提供の女子プロレスタッグマッチが行われました。そこでお二人にお聞きします。グレートに女子プロレスは必要か？和林選手賛成、シーマ選手反対の意見をいただいております。それではまずは賛成の和林選手お願いいたします。いや、これは必要ですよ。今はもうね、ジェンダーレスの時代です。海外を見てもですけど、世界最大のプロレス団体というところで女子選手がですね、メインイベントを張っているわけですよ。そういう時代なんです。それはアメリカでもそうですし、メキシコでもヨーロッパでも普通に男子の団体の中に女子プロレスは組み込まれています。僕的にはですね、将来的に女子プロレスという名前ではなく、全てひっくるめて、男子でも女子でも関係なくプ
プロレスという風なジャンルになっていくと思います。以上の理由で私はグレートにも女子プロレスが必要だと思います。それでは続きまして反対の島選手お願いいたします。まず、カズ林選手、確かに事前にこういう論題でディベートをすると我々言われてましたけど、ちょっと下調べしすぎじゃないですか。ちょっとずるいんじゃないですか、それは。ということをまず一つ入れておいて、ジャブを打っておきまして、まあ私はね、これは反対というか、女子プロレスについては僕はあんまり知らないと言った方が正しいですかね。だからあんまりそういう分からないことに手を出すよりも、今現状いるグレートのメンバーで作り上げていく方がいいのじゃないかということです。ちょっと女子プロレスはそこまで分からないという。島さん、昔メキシコ住んでたじゃないですか。住んでましたよ。でメキシコ住んでる時にもやはりプロレス団体の中に女子の選手がいたりとか、ミゼットと言われてるレスラーがいたりとかいろいろあったわけじゃないですか。ありましたよ。もちろんそれはメキシコだけじゃなくて、まあアメリカでもそうですし、でそういうふうにある女子プロレスの可能性って感じないですか？それは可能性はもちろん感じますよ。じゃあもうほらグレートにちょっと待って女子プロレスがあってもいい。じゃあ一緒にグレートで女子プロレスを盛り上げていこうじゃないですか。っていうか、じゃあ女子レスラーっていうのはグレートしちゃダメっていうことですか？いや、そういうことは私は言ってませんよ。いや、女子プロレスラーどころかね、もう男性女性何も関係ない、子供老人何も関係ない、老若男女全ての人にグレートしてもらいたい。そうですね。まあ女子プロレスグレートにあっても良さそうですね。あれ、俺負け。それでは最後の論題となります。毎週木曜日午後8時より定期配信しているグレートの YouTube。本日のフェイスオフイベントは生配信です。今後は大会の生配信も必要？この論題に対しては2人とも賛成意見のため、それぞれ生配信にかける意気込みをプレゼンしてもらいます。それではここまで劣勢な、失礼いたしました。シーマ選手先行でお願いいたします。いや、私もちょっと見えづらい。これ動画入ってるからガチのメガネですから、ちょっと見えづらかったですね。まあそれが今までのちょっと敗因かもわからないです。いや、もう私もちょっと多少調べてはきていますんで、まあ生配信、今日のフェイスオフ大会も生配信ね、見てますか？ちゃんとね、やってくれてますけど、これはやっぱり必要だと思います。理由としてはやっぱりプロレスというのはライブが一番ですから、ライブがあってのプロレスですから。だから今後ね、もし今日はイベントですけどね、まあ試合ももちろんありますけどイベントですけど、これからグレードの大会があってそれが生配信されるのであれば、録画配信とはまた違う意味で、いい意味で選手もスタッフも緊張感を持って臨めると思います。ただでもね、そうなるとグレートの選手と所属外の選手で試合運びの仕方とかカメラを意識するとか、そういった面で多少課題が出てくるかもわからないんで、まあそういったところは少しフィックスしていく、直していく必要はあるかもわからないですけど、生配信自体には完全にこれは賛成です。まあでもね、さっきの課題とか、例えばまあそうですね、
この間のG プロレス、新宿フェイス大会だったらメインイベントね、グレイテストオブグレート、さっきも話しましたけど、カズ林、道田中稔、シーマ対、T ホーク、リンダマン、渡辺相馬やってましたね。これはもう僕からしたらこれぞグレートの G プロレスだという試合ができて、ものすごく気持ちよく終わってね、お客さんもファンの皆さんもすごい爽やかな気持ち、疾走感あふれる気持ちになったんですけど、あの試合の後に何がありました？さっき言った川上隆一が乱入してきて、あの野郎がこのコロナ禍にもかかわらずね、土足で私の鼻と口を土足で踏んづけたんですよ。川上隆一みたいなね、ああいうことをするような野郎が出てきたら、正直私はどうかと思いますよ。全く最初良かったんですよ。僕も同じ意見なんですけども、途中からなんか配信の話じゃなくて、なんかこう川上隆一選手の個人的なあなたの感想ですよね、それ。はい、いやそういう意味じゃない。ああいう川上隆一みたいな野郎はそんな簡単に許すわけにはそれダメじゃないですか。川上隆一さんに対しての恨みじゃないですか。いや生配信やっての川上隆一やから、あんな野郎な、おい土足で人様の口と鼻を塞ぐとどういうことや。おいいつか必ずこのシーマが川上隆一あれ以上の屈辱をお前に味わわせたるからな。覚えとけこの野郎は。シーマ選手、シーマ選手、ディベート対決ですので乱暴な言葉は慎んでください。シーマ選手減点1。まあね、私は、生配信にはもう大賛成です。今日はあかんな。まあでもこれはほらお互いにね、同意見ですから、やっぱりライブで見てもらいたいですよ。でもその中で生配信になると収益化とかいろいろな細かいことも一個一個こう僕たちがクリアしていかなくちゃいけないですし、それでね、シーマさんが川上選手に対してやり返す、仕返しする姿っていうものをまたライブ配信して、やっていけばいいじゃないですか。何をうまいことまとめとんねんお前。俺まだまだ言うこといっぱいあるのにもうほとんど言えてないやん。とにかく一緒に作っていきましょうよ。ディベート対決終了となります。それではただいまより判定に入ります。まずはシーマ選手の主張が正しいと思ったお客様は拍手をお願いいたします。続きましてカズ林選手の主張が正しいと思ったお客様は拍手をお願いいたします。グレートなディベート対決、勝者カズ林。
本日のメインイベント G プロレスリングタッグマッチ20分一本勝負を行います。青コーナーピートアップユニバーサルタップチャンピオン185パウンド渡辺相馬、フリーランス180パウンド佐藤圭一、Strong hearts.赤コーナーストロンガース185パウンド鬼塚エッセイ、同じくストロンガース195パウンドヘイホーク、レフェリー今井大輔、さあ、します。さあ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 、おい、しゃしゃしゃ、ちょ、
5分経過。5分経過。
10分経過、10分経過。お気をつけください。選手の広く開けてください。お気をつけください。しっかり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 
15分経過、15分経過、残り試合時間5分。残り試合時間3分。10分52秒、渡辺相馬選手の勝ち。本日のメインイベント G プロレスリングタッグマッチ20分一本勝負は18分52秒、片指固めで
佐藤健一渡辺相馬組の勝利です。俺が勝ちましたいつもストロングハーツのいいとこ取りはさせないですよ。俺にだってグレートで一番になるっていうでかい目標があってやってるんですよ。あなたたち2人にはいつ何時負けませんから。今日のメイン佐藤君、まずありがとう。そして相馬お前今日すげえよかったね。ありがとうございます。そうやってもっと自分さらけ出してもっとかっこつけてないでよ。今日の相馬が俺は一番かっこよかったと思います。そう思いませんか？鬼っすか俺らお前いつまで寝てんじゃねえよお前。鬼っすかおい相馬君は分かってると思うけどよ、俺たちは結構スタイリッシュ風に見られがちだけども、こっちも今持ってんだぜ俺らはよ。相馬君そこもストロングハーツ、いやグレート全員でもっと熱くもっと全員でこれからも盛り上がってこうぜ。おいどうですか、そろそろいけるかいけるなおい。よし一発かましたろつか。相馬さん、佐藤圭一さん、負けた僕が偉そうに上から目線で喋るわけではないですが、今日戦った通り、この王子であろうが新宿フェイスであろうが東京ドームシティホールであろうが無観客だろうが常に 100% の試合を見せる、それが僕がデビューしてからストロングハーツの先輩の背中を見て学んだことです。それだけは今日この会場に集まったお客さん、 YouTube を見てるお客さんには伝われたと思います。相馬君、いつも通りでここで俺たちがそのまま締めたいところだけども、メインイベント今日勝ったのはお前だ。グレートな熱いマイク最後よろしく頼むよ。熱いマイクをする前に一つだけ自分から言いたいことがあります。千代さんは 7.1TDC で川上選手と試合をします。森塚さんも発表されてないですけど誰かと試合します。僕はこの間の 6.9UWF の試合でめちゃくちゃ悔しい思いをしました。僕はグレードに入って UWF とプロレス部門2つで突き進んでいこうと思ってます。そのために7月1日の旗揚げは G プロと UWF2 試合行います。相馬君、俺も7月に向かって気持ちは一緒だ、熱く燃えてる。でも今日みたいなこういうイベント
楽しかったよね。どうでしたお客さん。めちゃくちゃ楽しかったです。ねえ G プロもあってリレット豊のスパーリングも見れてカズシーマのディベート対決、俺今日ディベートっていう言葉初めて聞いたよ。それもあってこんだけあって盛りだくさんのこのイベント、俺はすごく楽しかったです。皆さん本当にありがとうございます。邪魔した、それでは締める前にグレートの皆さんリングに上がってください。シマさん上がってください。大丈夫ですよ。任せてください。皆さん上がってください。早く林早くしろ。じゃあ今日は勝った僕が締めさせていただきたいと思います。本日はご来場ありがとうございました。そして YouTube を見ている皆さんありがとうございました。7月1日はみんなでグレートしようぜー。